どうも島田秀平です。この前ですね、非常に仲のいいね坂本さんという、40代のね男性に聞いた話なんですけども、不思議な話があるな。で、あとねこの話ぜひ皆さんちょっと覚えておいてほしいなという話なんでね、ぜひねしっかり聞いていただきたいと思います。この坂本さん、今から20年くらい前ですかね、関西の方なんですけども、その地元の方でね、彼女がいて結婚を考えていたそうなんですよ。非常に綺麗なね女性なんですけども、結婚を考えていた。これなんでかっていうと、実はねその彼女っていうのはバツイチで、小さなね男の子がいたらしいんですよね。でね、結婚本当はしたいんだけど、こういう場合って本人たちだけのね話じゃないじゃないですか。やっぱりねその子供の気持ちもねちゃんと整理がついて、お父さん家族になってもいいよって、そういう状態になったら結婚しようって、そういう話だったらしいんですよね。でもね、デートなんかしていくたんびに結構その男の子もねその坂本さんに懐いて、パパパパなんていう風にね呼ぶようになったんですって。これはじゃあそろそろね気持ちの準備もね整ってきたからそろそろかな。じゃあ最後に、テストってわけではないけども一緒に暮らしてみよう。だから彼女の家にですねその坂本さんが泊まり込んで、しばらくね一緒に生活をしてみて、それで問題がなかったらじゃあ晴れて籍を入れようって話になったらしいんです。で男の子も懐いてますんで、昼間ね3人本当の親子のように楽しく遊んで家に帰ってきたんです。初日です。でみんなねもう疲れてもうね、ちょっとクタクタになってたんで、早めに寝ようって話になったんです。坂本さんで、真ん中に男の子で彼女、本当のね仲のいい親子のように川の字になって寝たらしいんですね。で寝てたらですね、夜中パッて目が覚めたんですって。なんだ気づいたらもう油汗びっしりかいてるんですって。でさらに体が動かない、金縛りに合ってるんです。何必死に時計を見たら2時くらいなんです。深夜2時くらい。なんだ思った瞬間、急に頭の上のあたりをトン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 、なんか小さな子供が走り回ってるような音が聞こえるんです。うわ、なんだこれ。そっか、今横にいるね男の子が起きちゃって今ここ遊んでんのかな。そう思った時ふっとね横に目をやったら、男の子すやすや寝てるんですって。じゃあ今上で歩き回ってんのこれ誰ってことですよね。トン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 、もうバクバク心臓もいってきて、もうめちゃくちゃ怖いわけですよ。トン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 、どんどんね枕元に近づいてくる。トン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 、バッ、足が止まったと思った瞬間、パッて見るとここに小さな男の子の顔があったんです。まさにここで寝てる男の子ぐらい、同じぐらいの男の子の顔がここにある。ギローって見てる。うわっの瞬間に男の子が言うんですって。ねえ、遊んでよ。僕と遊んでよ。いいでしょ、遊んでよ。遊んでよ。僕とも遊んでよ。あまりに怖かったんで、わかった。遊んで、遊ぶ。言った瞬間にバッ、金縛りが解けたらしいんですね。で、その瞬間男の子、ニヤーって嬉しそうな顔して、またトン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 って向こうに行ったらしいんです。トン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 戻ってくると、さっきまでね坂本さんが読んでたスポーツ新聞を手に持ってるんですって。で、これでさ、頭にかぶる兜を折ってよって言うんです。もう怖いからとりあえずもう言う通りにするんです。分かった。新聞でね兜を折ってあげるんですよ。こうやって時にふと気づくんですよ。あれ、俺兜なんか折り方知らねえぞ。でも自然に折ってるんですって。怖いと思いますよね。で折り終わって、でその兜をポンって男の子にねかぶしてあげたんですって。その瞬間男の子、
わあ嬉しいな、ニコー笑って、その後にですね、また走り回るんですよ。で、その後、ねえ、遊んでよ。ね、僕とも遊んでよ。ね、明日も遊んでよ。僕のパパにもなってよ。って言うんですって。もう怖いからもう意味がわからないけど、ああ、わかった。もう明日も遊んであげる。で、お前のパパにもなってあげる。言っちゃった。約束しちゃったらしいんですね。ただ本当に嬉しそうな顔した後に、急にその男の子、トン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 って歩き出して、横ですやすや寝てるこの小さな男の子の枕元の方に行ったんですって。で、上からずーっとその男の子を覗き込んだ瞬間、急に顔の表情が変わって、ギロッ睨みつけた瞬間に、なんでお前ばっかり遊んでもらってんだよ。なんでお前ばっかりパパがいるんだよ。なんでお前ばっかり。寝てる男の子の頭をバン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 蹴り出したんですって。やばいと思いますよね。とっさに坂本さん、そのバン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 蹴ってるね男の子の体を持ち上げて壁の方にうわーってこう投げたらしいんですよ。もうとっさのことだったんで思わずやっちゃった。その瞬間にうわーってなんか我に返ったらしいんですね。汗びっしょりかいてる。何だったんだ今の思った瞬間、寝てたね彼女がパッてその物音を聞いて起きたんですよ。なんかあったの？怖がらしたくないんで、ああなんもないなんもない。なんかあったの？ああなんもないなんもない。なんかあったんでしょ。なんもないっていうか見ちゃったんでしょ。あ、やっぱり見ちゃったんだ。いや実はね、ごめんなさい、あなたに言ってなかったんだけど、この子本当はね双子だったの。でもね、1歳の頃、お兄ちゃんがいたんだけど病気で亡くなっちゃって、で実はね、あなたとお付き合いする前に5人の方と私お付き合いしてたんだけど、その5人とも全員ねその男の子見てるんだよね。でそれが原因で全員と別れちゃったんだよね。でパッと見ると、今自分がこう投げ飛ばした壁のあたりにこれぐらいのねなんか大きいクマのぬいぐるみがゴロンって寝っ転がってて、そこに新聞で折った兜が落ちてるんです。やっぱ夢じゃなかったのか思いますよね。さらに今ね彼女から聞いた告白、あまりにも情報量が多すぎてもうパニックになっちゃって、何この子実は兄弟がいたの？その幽霊俺見ちゃったの？何よりもこの彼女俺の前に5人とも付き合ってたのみたいな、そこが一番ショックだったらしいって話はしてたんですけどもね。結構なんかモテてたんだみたいな、でもそんなもうぐちゃぐちゃな感情になっちゃったんで、もうじゃあいい別れるって言えなくって、俺別に幽霊とかそんな気にしないからいいよ、俺全然平気、俺はもう全然前の男と違うから、なんかねちょっとこう無理して言っちゃったらしいんですね。ただ彼女もね本当ありがとうすごく喜んでくれたらしいんですよ。ただ翌日また夜中目が覚めるんですね。汗びっしょりかいてる。トン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 、遊んでよ僕と遊んでよ来るわけですよ。約束しちゃいましたもんね。明日も遊ぶ、さらにパパになってあげるって。だその男の子ねその約束を信じてね遊びに来るんですって。次の日も次の日も次の日もで、坂本さんね大丈夫気にしないよとは言ってたんだけど、やっぱり人間だからどっかでね、なんで俺がこんな毎晩ね幽霊の相手しなきゃいけねえんだよ。その間彼女はすやすや寝てるし、でここで来ちゃうんですよね。でさらに俺の前に5人も付き合ってて何なんだよってこうイライラしてきちゃったんですね。で翌朝行っちゃったんですっていうかさ、ありえないわこの状況。何なんだよこれ。毎晩お化けが出てきて俺が相手してお前寝てて何なんだよ言っちゃったんです。だ彼女からしたらね、結局今までの人と一緒か、何なのそれ、口論になって結果、それが原因で
お別れしてしまったらしいんです。まあね、好きだったんで非常に辛かった部分はあったんですけど、まあでもこんなのずっと続いてもね良くないよな、割り切ってね、じゃあもうねお互い元気でいましょう、荷物を持って自分の家に帰ったらしいんですね。これで幽霊ともねお別れ解放される、家に帰ってきたんです。で夜自分のね久しぶりのベッドで寝てると、夜中2時またパッて目が覚めたんです。まさか。その瞬間、トン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 聞こえるんですよね。でまたバッてその男の子が現れたんです。遊んでよ、ね、遊んでよ、僕とも遊んでよ、来るわけですよね。で坂本さんね、ここではっきりもう言ってあげたらしいんです。ごめんな、もうお前とは遊んであげられないんだ。約束したけどごめん、パパにはなれなかったんだ、ほんとごめんね。言った瞬間、今までニコニコしていたその男の子、急に無表情になって、なんだまたかと言ってスーッと消えていったそうなんですね。でこれね、幽霊とはいえ子供というのはですね、本当に無邪気純粋なんですね。だからむやみに約束をしてしまうと、それをね心の底から信じてね、またそうやって現れてしまう、そういうことがあるらしいんです。ぜひ皆さんね、子供の幽霊に会った時、絶対にねできない約束はしないであげてほしいんです。亡くなった後もそんな悲しい思いさせたくないじゃないですか。でこれね、なんでこの話を今したかと言いますと、実はこの話坂本さんにお聞きしたんですけども、この話を聞いてしまった人のところに夜ですね、この男の子がよく現れることがあるらしいんです。今夜この男の子があなたの枕元に来た時、ぜひ皆さん軽はずみに約束はしないであげてください。